はい、皆さんこんにちは。日本将棋連盟棋士七段の村中修司です。今回はですね、将棋王座で指しました将棋の対局のね、解説編になります。戦型はね、相手の方のね、嬉野流に対して私が雁木で対抗するような将棋になりました。序盤からね、決着、投了までをゆっくり解説していきますので、ぜひぜひ最後までお楽しみください。はい、今回は私がね、後手番でした。で、相手の方の初手ね、6八金で、相手の方得意戦法嬉野流というね、ことだったんですけれども、やはり嬉野流というね、スタートでしたね。嬉野流、この、ね、6八銀っていうのは嬉野流ならでは本当に初手でして、将棋の初手はね、7六歩、2六歩とね、7六歩か2六歩とね、やっぱり飛車角を使うような、例えば5六歩のような手もあるんですけど、それもね、やっぱり基本的には中飛車にして飛車を使うような、飛車角を使う手をね、初手が多いんですけれども、嬉野流の場合は、このようにね、初手からもう早速こう、ね、銀をね、繰り出していくっていうのがね、特徴の一つですね。で、私の方は8四歩と。いろいろな、もちろん指し方あります。3四歩とついて、振り飛車にするという指し方もありますし、8四歩とついてね、オーソドックスというかね、私の方はこう、飛車の活用を急ぐという感じでね。一番自然な対応だと思うんですけれどもね。はい。相手の方は7八金と角の頭を守っていきました。ここでね、8六歩同歩同飛車とね、8六歩同歩同飛車と攻めていってもね、ここに金が守ってますし、具体的に言うと8六同歩同飛車に5七銀とね、この歩が取れるとこうちょっと気分はいいんですけれども、5七銀と受けるような手もあるので、ちょっとね、すぐ8六と言っても、それほどポイントを上げれるわけではないということで、以前のね、嬉野流と戦ったね、1局目の動画というのはね、8六同同飛車とこう、飛車先の歩交換を結構早めにしたんですけれども、今回はちょっと後回しにね、してみる作戦でいってみました。ということで3四歩とね、つきました。で、5七銀と。で、3二金。ちょっとね、手堅めな指し方ですよね。どんどん攻めていくんであれば、例えば7二銀と上がって、8三銀から8四銀でね、棒銀をしていくような考え方もあるところなんですけれども、金を上がってね、やはり、この銀が、6八銀、5七銀と上がってきているので、いつでも4六銀からね、こちら側、角側をね、攻めてくる可能性がありますので、早めにね、対応したということです。で、2六歩に4二金、で、2五歩と。ここが一つ分岐点でして、3三銀と、銀を上がって矢倉の形で受ける形や、3三角と上がってね、この2四歩の歩交換を阻止する指し方も考えられますね。ただですね、ちょっと3三角っていうのはちょっと怖いなっていうのは、例えば4六銀とか出てきた時に、角っていうのはね、頭が大駒で働きは強いんですけれども、頭がね弱点ですので、この場合3三角と上がると、4六銀と上がられてね、角頭のねこの3四の地点を狙われやすくなりそうな、角と銀のね距離が縮まりますので、ちょっと3三角はちょっとね4六銀からの角頭攻めをね誘発しそうだなってところありますね。3三銀もあるんですけれども、本局はこう4四歩から、2四歩同同飛車とね、この歩は交換されるんですけれども、4三銀と上がって、これ雁木の形ですよね。で、歩を打ってね、こうやることで、飛車先の歩は交換されちゃうんですけれども、銀でね、前回の嬉野流との対局の時もあったんですけど、この5七の金がやっぱりこう、非常に、キープレイヤーとかね、相手の方のキープレイヤー、キーの駒になるので、鍵を握る駒なのでね、なのでこの銀、4三の銀でね、対応をしてるわけですよね。こう見ると距離があってかなりあれなんですけど、いつでもこう4六銀から3五歩来そうなので、4三に銀を配置しておくということですね。で、矢倉の形と比べて、ここに銀がいる形に比べて4三に銀がいる方が、4三ですとね、こう2筋の歩切られちゃうんですけれども、4三の方が3三よりいいところ、メリットとしましては、やはり角がね、こう使いやすいんですよね、角が。もうこう3三にいれば、2筋の方交換ね、このちょっと戻しますが、この時にね、3三銀と上がれば、3三銀と上がればね、こう飛車先の歩も交換されずに、しかもこの銀に対してね、こう3三銀で防げるんですけれども、そうするとやっぱ2二の角がね、使いにくくなるっていうようなデメリットなんですよね。本局はこう雁木の形に構えることで、いつでも4五歩とね、ついてこう角道が通るよっていうのがね、大きいですね。特に相手の方がこう嬉野流という形なので、角道をね開けてこない形なので、いつでもこう4五歩とねスーッと通る、ね、相手の形敵陣にね、向かって通る含みがあるのでね、こちらの方が角が使いやすいですね。もちろんその分一歩ね2筋の歩交換されるというデメリットがあります。で、4六二銀と、この辺は駒組みですね。すぐ4六銀と、出てきたとしても、4三に銀が守っているので、一気に攻略されるという感じではないですね。はい。
で、6四歩。ここは5四歩から5三銀の形もあるところです。本局が6四歩から6三銀とね。6六銀とね、こちらに相手の方は出てきましたね。4六に出る形もね、考えられるんですけれども、4六に出ていっても4三に銀がいるのでね、ちょっと攻めにくいと判断されたんですかね。6六のに繰り出してきました。こちらに出てくるとね、ちょっと安心しますよね。こちらの、やっぱりね、飛車と銀がコンビネーションでね、攻められるのが怖いですけれども、6六に出てくる分にはね、一応、こちら側は、比較的狙われにくい駒が、ね、狙われる駒があんまりない形なのでね、はい。で、6三銀。で、7九角ね。これは6六銀からの継続の一手でしょうね。角道がね、こちらにね、銀が上がったことでスーッと通ってくると。で、私の方は4一玉という玉を避けました。で、相手は3七桂、相手の方3七桂で、7四歩と。対局編の時もね、言ったんですけど、この辺りはね、極めてこちらは慎重な駒組みですね。動く手は、なんかね、例えば、8六同飛車とかも、なんていうんですかね、後回し、美味しいものさっき後回しじゃないですけども、楽しみを後に回して、とりあえずは、相手の方のね、嬉野流からの速攻をね、警戒して、受け重視の布陣ですね。はい。ある程度、そうするとね、速攻は今食い止めてるんですけれども、逆に、相手の方の言い分が通ったとも言えるのでね、この辺は互角の勝負かなとは思います。で、3五歩とね。やっぱり、私の方が反撃、なんですか、歩がずらーっと並んでる形でして、現状、どこからね、相手の方に攻撃するような、この嬉野流に対してね、攻撃をするような形が、準備ができていないので、ある程度、3五歩とね、自由に相手の方も攻撃、ね、陣を作れるというのがね、先ほど言ったことですね。要するにこちらが受け重視になっているがゆえに、相手の方が攻めをね、自由に攻撃陣を組めるというね、状態です。とはいえ、かなりね、しっかりこれで5二金と上がりますし、しっかりした形が組めたのでね、ここから私の方もね、いよいよもうこんだけ形が組めればそろそろ動き出すよっていう感じですね。今までは我慢してたんですけれども、はい。で、5二金と上がったのは、3五同歩と取りますとね、取る手もあるんですけど、同飛車と取られて、3四歩と打つと手堅いんですが、また3六飛車と引かれて、あまりね、なんていうんですかね、取って受ける手も、あまりなんていうか、硬くなるわけでもない。あるいは5二金と上がって、3四歩と取ってくれれば、同銀とね、飛車が非常に近いところにいるので、同銀で飛車を手順にいじめられるんでね、取ってもらった方がいいという判断ですね。で、相手の方も、3四歩は同銀で飛車に当たるので、6九玉とね、玉を避けました。で、7三桂と。ここが今現状睨み合ってる状態ですね。お互いに相手に取ってほしいよっていう状態です。で、7六歩と。で、この7六歩は、次に6五歩とね、銀取りに来られる可能性があるので、ここで7六で、6五歩なら7七銀と引ける余地を作ったということですね。で、私の方は8六歩と。これは7七銀と引かれてしまうとね、8六歩からの歩交換ができなくなってしまうので、ずっと権利になっていた飛車先の歩交換をやりながら、飛車を深くね。これ何気ない位置なんですけど、結構ね、本局は効いてきましたね。この後飛車が横にずっと効いてくる。もちろんこの段階でね、効いてくることを読むのは難しいんですけれども、形としてね、雁木と相性がいいということですね。はい。で、相手の方は5九金。これ中原囲いと言われるね、中原、私のね、先輩の兄弟子の中原先生がね、愛用されてたこの金銀の形ね、横太り戦でも出てくるんですけれども、この嬉野流でも、ね、有力とされてるんですかね。この形はコンパクトですけれどもね、金銀が出てってるんですけど、この2枚の金銀がね、すごく外堀を固めてね、しっかりした受けの形。金をね、ここで5八金とね、上に上がる方が、カニ囲いと言われる形なんですけれども、寄っておくことで、飛車を渡してもね、王手にならないというのが大きなメリットですね。本局もそのメリットがね、出てるところがありましたね。はい。で、1四歩、1六歩。ここがね、ここから一気に実は激しくなるんですけれども、ここで私の方はね、じっと我慢してたんですけども、指したい手は結構指したんですよね。桂馬も止めましたし、飛車も引いたし、雁木が完成しているということで、いよいよ、なんていうんですかね、私の方も動いていきたいなというところで、じっくり指すなら9四歩とかね、ここで9四歩とついて、受けますか受けませんかと。9六歩と受けるかどうかをもう一回見る。あるいは5四歩とついてね、この歩をついてじっくりさせてもあるんですけれども、これだけ駒がね、しっかりしてるんで、3五歩とね、ちょっと前で取ってしまうと、同飛車でね、軽いよって話をしたんですけれども、この時にね、陣形がしっかりしてるんでね、これ1三角っていうのは狙いのね、反撃になります。3四歩と打ってもいいんですけど、3四歩ですとね、3六飛車や2五飛車で、またこの後じっくりという将棋になるんですが、この瞬間に角出ることで、遠くにね、この角がいるんですよね。なので、大駒の交換がもう必至な状態になりました。
でまあ飛車がもし3六に逃げれば7九角成と取って、同金ならば8七飛車が成れますし、同玉でしたら、まあ、5四角とか2七角とね飛車をいじめていくような手ですね。3六飛車が7九角成同玉、例えば2七角、2六飛車5四角成とかね、まあ、あるいは3六飛車7九角成同玉5四角とこちら側に角を打ちまして、飛車が逃げれば桂頭に歩を打つとかね、まあ、こう飛車を狙ってね角交換したり飛車を狙って動いていくような狙いでした。ただ相手の方はね決断良かったですね。これバッサリね、バッサリですよね。これは実はまあこのリスクはもちろんあるなとは思ってたんですけれどもね、相手の方も本当こう決断よくね飛車を切ってこられましたね。まあ飛車を逃げても今言ったようにね角交換した後にその逃げた飛車を角でいじめられちゃうんで、ならばいっそここでね切ってしまってもう一気にねリードを奪っていこうというねすごい超積極策ですね。はい。で同玉に角交換ですね。飛車をこう捨ててしまうのはね、まあ、非常にもったいないようですけれども、こういうふうにもう一枚の大駒がまあ、駒台に乗ってにこうねさばけましたよね。こういう時というのは仮に飛車を捨てても、もう一枚の大駒角をね持っているので、まあ、攻めがつながりやすいのでね、この辺はすごくまあ判断としてはまあいい判断とも言えるかもしれないですね。はい。ただまあこちらの方もねこう8一の飛車をこう効いてきてるんでね、私の方もこうやって見るとまあ怖いですけれども遊び駒がねないですよね。駒の連結浮き駒もないですし連結がいいので、まあ、ここはね、どうですかね。まあ、攻めがうまくいくかとか微妙なところという感じですかね。で、2五桂と。この時にね、先ほど言った中原囲いの特徴が出ましたね。金がもし5八にいると、2九飛車と打たれて、王手ね、桂取りであっという間にね、もう飛んだ桂馬すぐ取られちゃうんですけど、金が下なのでね、2九飛車と打つ手がないというか、まあ、打たれても、まあ、王手にならないと。まあ、相手の方もね、もうやっぱりこの辺すごい差し慣れてますよね。もう計算済みというようなね、感じですね。で、私の8八歩。この歩はね、ぜひね、皆さんに覚えてほしい手筋ですね。まあ、飛車先のね、こう歩を今交換して飛車を位置を変えたんですけど、やっぱ飛車先の歩を交換すると、まあ、この後も出てくるんですけど、こう飛車がね、こう直通してここにプレッシャーをかけてることと、持ち歩が増えることですね。持ち歩が増えること。で、もう一つがこうね、8八歩、持ち歩ね、2分ならここに歩が打つと打てないんですけど、こう打つことで、まあ、本局はこう手抜いて攻め合いになったんですけれども、もし8八同金と取るとね、それだけでね玉が非常に弱体化するんですね。まあ、具体的に言いますとこれ8八同金ですと、例えば3七歩とか垂らしまして3七歩と打って、仮にですよ3八歩成という形になった時に、こちらからね攻めた時にここにねこのなんていうんですか、金桂という形で7九玉8八玉とねこうルートが逃げるルートがある形に比べて、まあ、仮にこの歩をね同金と取ってしまうとこれ非常にここ壁になるんですよね。玉がまあもちろん7九と7八にはこう逃げれるんですけど、この金がもうね寄ることで無力化するので、よりこう反対側からね攻めた時の、破壊力というかね効果的になるということですね。はい。ここでも同金もあったとは思うんですけれども、相手の方はもう攻め合いできましたね。やはりこれも同金とね取ると歩は増えるんですけど、逆に言うと歩一歩でね今言ったような悪い形になってしまうので、まあ、将棋用語で聞かされた言葉があるんですけどね、こう同金と取ってまあ歩が取れて嬉しいというよりは、まあ、一歩だけでねこう陣形が乱されるマイナスが大きいよっていう判断でしょうね。で本局はこう攻め合いになりました。ただこの桂をねボロッと取れるのは大きいですよね。逆に私の方行くと元手がね歩なので、元手の歩1枚でこう、ね、玉の近くの桂馬を取れたということなのでね、まあ、この場合8八歩がうまくいきましたがね。で相手の方も2一歩成。ただ相手の方もね桂馬を取ったことでこう5五桂がね狙いとしてあるのでね、油断ならないですね。5五桂と打って銀をね6三桂成同金7二角とか7二金とかね、そこまで回ると一気にこちらのね形も崩壊します。で3六桂ですね。これを覚えてほしいですね。こちら側8筋の方向を崩してから今度こちら側を攻めると。よりね効果的になってるのねお分かりいただけると思います。で本局は3九金で、これちょっと辛い手ですね。この金でまあ若干優勢がねこちら優勢はっきりしたかなという気がします。とはいえまあこの銀をね次に4八桂ないとボロッと取られて、同金で2九飛車とか3九飛車とか打たれるのも非常にきついんですよね。例えば5五桂と攻めても、4八桂成同金2九飛車と打たれた時に、底歩が効かない形なんでねただの王手が非常に受けにくいんで、まあ、その展開ももう私の方が攻め合い勝ちになりそうですね。まあ、一直線が、まあ、銀が逃げたとしても2九飛車と打たれてね、結局一直線が難しいということでこう金打って頑張ったんですけど、まあ、これはねやっぱりこう受けとしては硬いんですが、やっぱり兵力がね減ってしまうのがねちょっと痛いですよね。
でまあここは難しかったですね。すぐと金寄る手もありましたね。まあ実際5四歩とねじっくり。まあこれは今3九金と、打ってくれたことでやった手ですね。というのもこう3九金っていうのは、まあ戦力をねこう受けに割いて、こう粘りの体勢というかね、まあこうちょっと妥協してくれたというか、受けに回ってくれたので、まあこう金を使ってくれたんならば、まあこちらの方もまあ一手ね、こう5四歩っていうのは何ていうんですか、受けだけの手なのでね、本当はこういう手っていうのはぬるい手とかなりやすいんですけれども、ここに金を打ってくれたからこそつけるような手ですね。逆に言うと、例えばですね、こういう時に5四歩だとちょっとぬるい手なんですね。ここで5四歩ですと、相手の方がまだこう、なんていうんですか、角金桂とね、金を持った状態、まだ受けに何も回ってない状態で5四歩とつくのはぬるい手になると。ここで桂馬打ってね、金を打ってくれたので、もう一歩ね、こう相手が一歩引いてくれたので、こういう時はね、まあ、こちらも一歩引いてもいいというね、この辺呼吸ですね。ちょっとなんとも、まあ、ちょっと説明が難しいところもあるんですけれども、そういったね、塩梅です。はい。で、相手の方は、と金を引いてね。でも強い方ですよね。これ、桂馬ね、香を取る手もあるんですけれども、香車を取ると、やっぱり王様から遠ざかるし、1三桂ないとね、香を取った後の香車を打つ場所がね、特にないということで、と金を引いてね、と金攻め優先してね、この辺筋のいい手です。で、7九とがね、これ結構きつい手でしたね。これ対局中にちょっと発見、この手発見できたのちょっと幸運だったんですけれども、まあこれはね、金でも玉でもどっちでも取れるんですけれども、玉で取るとこう5九飛車と打つ手がね、激痛なんですよね。先ほど補強した金を飛車でね、一気に大手金取り取られちゃうんで、はい。まあ、とはいえ逃げるわけにいかないんで金で取るしかないんですけれども、この時にね、先ほど言った飛車先のね、歩を交換しておくと、まあこうダイレクトにね、突破できると。まあこうと金を、貴重なね、と金を捨てるようですけど、まあ代わりにこう強大なね、竜が玉のそばにできましたんでね、この下ね、非常に厳しいですね。次に6七竜とね、回るとこう大手銀取りになりますし、まあこの竜を追えないんですよね。8八歩はもちろん竜回られちゃいますし、7八金と上がっても8九竜がね、結局来ますので、まあ、本譜はね、角を打ったんですけど、これはね、やっぱりさっきの3九金と同じですごい辛いですよね。自陣にやっぱこう角と金打っちゃうんでね、本局はこれでまあ7六竜と、まあね、こう角打ってくれてね、やっぱりこう相手の方の3九金と同じですけど、こう相手の方が駒を投入して受けてきた手に対して、まあ意地になってどんどん攻めるというよりは、まあ相手がこうね、丁寧に受けてきた場所に関しては、まあ、ある程度緩めてもね、いいんではないかということですね。はい。で、まあ、と金攻めは厳しいんですが、まあ、こう逃げてね、で、迫ってね、もうこれもね、1-3になるよりこちらになった方がね、王様に迫っていいんですが、6五歩がね、この手が味がいいですよね。この歩が、まあ、またこちら側にね、逃げることができるので、はい。で、6八桂と、この竜が強力なんでね、追ってきたんですが、まあ、慌てずにこう、撤退しまして、で、まあね、7七銀と引いたんですが、ここでね、次のこの3六歩というのね、これもまたね、この場合、厳しい手になりましたね。今ね、こういう時結構迷うと思うんですね。相手の方がガチガチに固めてね、いろいろがこう、こちらが角金銀打って、こちらに金に巻いて、まあ、駒はいっぱい持ってるけれども、すごいこう固めてきたなって時はね、あると思うんですけれども、こういう時はですね、飛車角銀って持ってて、もちろんこの強力な駒を使う場所を考えるのもいいんですけれども、一番いいのはね、この歩でね、歩で攻めれるのが一番いいんですよ。まあ、当然ながら、攻めると、相手にそのね、攻めた駒を渡す、ね、リスクが、例えばここでね、8五桂と銀取りに飛んで、8八銀に例えば7七銀とかね、こう8五桂、7八銀、7七銀とかね、まあ部分的な攻めとしてはあるんですけれども、それはやっぱり相手に駒にね、相手の方に銀を渡す、駒を渡す攻めなんですよね。で、まあ本局こう3六歩と打ったんですけど、こうね、歩を使った攻めっていうのは、仮にまあ本局こう歩成りして取られるんですけど、歩っていうのはやっぱ取られてもね、逆用されに行った時にね、まあ非常にこう、危なくね、なんていうんですか、リスクが少ないというね、ことがあります。この3六はぜひ覚えてほしい手筋ですね。覚えていただきたい手筋ですね。はい。で、まあ、相手の方ね、3五桂、これ厳しい手なんですけれども、こう、歩をなってね、これ、角金銀、飛車角銀をね、温存しながら、歩でこうね、2手かけてなんですけど、こう、乱していくと。で、まあ、こう、剥がされてしまうんですが、この時にね、金をね、今2手かけて、こう、歩一歩でね、こう金を引き剥がしたんですね。引き剥がして、この空いたスペースに銀を打ち込むと。やっぱりね、こう、まあ、ここもちろんここの金銀は取られたんですが、渡した駒がね、このね、攻め駒で渡した駒が歩しかないので、この銀打ちはより効果的ですよね。で、こちら側の壁に触っていないですよね。7九金、7八角、7七銀のこのね、壁に触らずに、まあ、裏を取ってね、まあ、非常に効率のいい攻めになりました。
で銀をね受けてきたんですけれども、4五桂と打って、ここでちょっと筋に入りましたかね。これ金取りと次に5の8銀成からの寄せがあるのでね、相手方金導入したんですけれども、金と金で、ここはいろいろあるところなんですけどね、着実に駒を取っていって、対局中も言ったんですけどね、こうやって駒を取りながらの攻めになってくると、筋に入ったなという感じですね。受けが難しくなります。で、4八金と、こう削りに行きまして、以下ね、銀を受け抵抗したんですけど、自然にね、この辺はいろいろあるんですけどね、駒を着実に1枚ずつ剥がしながら、駒得する攻めになりまして、ここで相手の方の投了となりました。以下、こう銀を取ったとこなんですけれども、これは王手じゃないんですけれどね、もちろん、金しかないので、この瞬間に、王手じゃないですが、私の王様にね、罪はありません。で、次に、5、9成桂からね、これだけ飛車角金金銀持ってますから、もう即詰みもありますし、仮にね、4九桂成をね、成桂を同桂をこの成桂を同玉と取ったとしても3八角からね即詰みがあるので、攻防ともに見込みがねちょっとないということで投了となりました。はい、いかがだったでしょうか。今回ね、嬉野流との対局になったわけですけれども、序盤からね、結構、私の方が結構主勢でね、じっくり指す、相手の方の速攻を許さずにね、ゆっくり指して、少しずつペースを掴んでいくような指し方をね、してみました。でぜひぜひね、その辺の指し方をね、参考にしていただければなと思っております。はい、この動画が良かったなという方は、グッドボタンを、チャンネル登録の方もぜひぜひよろしくお願いいたします。それではまた。さようなら。